今日はですね、心拍の針金掛けをします。もう曲げるの時期ですかね。黒松とか心拍とかは曲げていて、その他のやつはやってないですけど、そういう時期ですね。ゴミ屋さんから教えてもらってる畳み込みっていうのも、取り入れつつ、自分の好みというか、そういう練習してですね、うまくいくようになったらいいなと思ってますけれども、今日はこの心拍、挿し木した心拍で少しもう、基本の模様は入ってますけど、これの小枝をかごみ屋さんの、やり方を活かしながら、しっかり全体ピシッとやっていきたいなって思ってます。ちょっと避けてるとことかあって、これ以上曲げたらちょっとやばいっていうところあるので、そこ気をつけながら。あとは、もう恥ずかしは、したんですけど、あらかたしとるとですけど、これ残してる枝全部針金かけるとなると結構な、細かい作業になるので、根気強くですね。という感じですよ。うん。はい。よし。うん。ということで、はい。針金掛けに使っている道具の紹介をしていきます。まず、こちら。これはウォータープライヤーというやつで、結構太い木をくっつけたり、離れた太い木をギュッとくっつけたりするときに、しっかり力が入るので、これをよく使います。こうやってグッとやってですね。で、グッとこっち側で、寄せながら、もう一個のペンチで、針金で、縛って癒着させるっていう時なんかによく使ってます。うん。で、今回新しく、入手したアイテム。これは前回かごみやさんが使っていたものと同じ、ちょっとちっちゃいタイプの、これもプライヤーです。太さによってこれもね、同じように調整できますけど、これは、太い針金を幹にぴったりと巻きつけるときにすごく便利でした。はい。かごみやさんなんかちっちゃいの使ってるなと思って、Amazon で買いました。SK11 SWP175BL っていうストロングプライヤー。この2本あれば結構太い幹も、思うように曲げることができました。うん。それと小枝の方はもう100均のペンチでもいいんですけど、ちょっと先っちょがねじれてるじゃない、曲がってるこういう、なんていうの、これ何ですかね。なんかペンチみたいなやつ。はい。これは細かい作業なんかもできます。もっと細いやつの方が結構使いやすかったりしますけど、こういうタイプのものを使っていて、この3つを心拍の針金掛けでは使っている感じです。きっとみんなそれぞれ、使いやすいと思っているものはあると思いますが、一応ご紹介しました。はい。うん。それで、ここのところが前回ちょっと失敗して、避けてるんですよね。このところがビーッと避けていて、ちょっと取れちゃいそう。ちょうどいいバンドがあったんで、ここでキュッと止めて固定しときます。ここがちょっとやばい。これで開かんやろ。はい。で、幹はね、ちょっとここが空いてるので、ここを寄せたいなって思うんですけど、なんかここがもう陣になっていて、ここね、乾燥していて、なかなか曲げにくいし折れやすいと思うんですよね。ちょっと気をつけながらここだけ寄せますけど、基本的な幹はもうこれでいいかなと思ってますんで、そう、ここだけ寄せましょう。もう端透かしはしてるんですけど、もう少し葉の量減らしましょうかねと思ってます。ただ、やっぱ減らしすぎると弱ってしまうので、あんまり減らしすぎないようにですね。先端は強い枝は一つでいいかなとか。1、2、これいらんかな。3、4と。で、芯だけ通して。結構間延びしちゃってるので、この辺は畳むしかなくて、基本的には使うのは枝先のちょっと集まってる束になってる葉っぱを、使います。減らした。OK。
そしたらね、とりあえずさ、ここさ、しっかりここ分け。本当はちょっとね、これでグッてやると樹皮が剥がれちゃうので、ちょっと当たりを見ながらですけど、最初にどのくらいいけるかをこうやってちょっと確認しながら。もうほんとくっつく、結構ここまで曲がるので、なるほどと当たりをつけて、こうグッとやるから、こう守りたいんですけど、接ぎ木テープが見つからなかったので、なんか、いけるかな？麻紐で、ちょっと、やってみようかなと思います。要は何でもいいということなのかな？わからんけど、いけるかな？これをこうね、面にして、しっかりと止められれば代わりになるかなと思ったんですけど、そうかな？これこういうことしてる人いるかもうわからないですが。よいしょ。ぐっと引っ張って、いけるかもしれない。ラフィアか、接ぎ木テープか、接ぎ木用のビニールのテープでもいいと思いますね。やっぱ一番いいのはラフィアかな。テープは傷が治るのは早いような気がしますが、やっぱちょっと幹が汚くなるので、最近はあんまり使ってないですけど、今日みたいにペンチでちょっと樹皮潰しちゃうかもっていう時は、接ぎ木テープの方がやっぱ治りは早いかなと思います。それがなかった、今日は。どっか行っちゃった。よいしょ。はい。なんかね、分厚いけど、これがぴったりくっつくぐらいに寄せとけば、なんか、太っちゃったけど、できるだけ寄せましょう、これで。安心して曲げられますね。さっき裸の状態でやるとやっぱどうしても樹皮がブリって剥がれちゃったんですけど、これでここをグググってやれますので、グググっと、はい。これでこの力はできますね。一応何かあったら良くないので、ちょうど幹が当たるところにチューブを当てて、プライヤーでさらにここをグッとやった時に余裕ができるので、グッと片手でやった時にプルプルするな、余裕ができるので、その時にこっちを引っ張って余裕を締めると。はい、くっついたと思うんです。これがあるからね、まだぴったりくっついてはないけど、だいぶ寄せられたとは思います。ちょっとずつね、ちょっとずつですわ。OK。気持ちちょっと枝より太めの針金、しっかり1本で曲げたいので、少し太めの針金を使おうかなと思います。でこう入り組んだところに針金通すのがちょっと難しくて、だからまあ、その辺ちょっと難しいです。はい。なんとか頑張って枝がね、曲がってますけど、曲がっててやりにくいけど、なんとか頑張ってぴったりくっつけるように針金巻いていきます。動画では何がしたいのかわかんないと思うんですけど、できるだけ針金が枝に当たるように考えながらペンチで針金をいじっています。枝の先までこういう風に渡していくような感じで全部に頑張ってかけていきます。小枝に全部針金をかけていきました。これから静止に入ります。どうしても針金の隙間ができちゃってるところがあるので、そこは少しねじりながら隙間を締めていく感じですかね。こういう隙間に枝が入る感じ、入れていく感じ、隙間を埋める感じで枝を収めていくっていうのも一つのテクニックのようですね。ここはね、
もうすでに幹が曲がってるところはそういうところはちゃんと残しつつ、間延びを防ぐように畳みながら。やっぱ裏と表というものがあるということなんで、もし逆転しちゃったら最終的には表が元に戻るように、少なくとも1回転させて、今の段階ではどの枝をどっちに持ってくるとかあんまり考えていなくて、隙間を埋めるような感じ、イメージで枝を振っていきます。時には枝を上げたりとか、そういうのもすると面白くなりますかね。ここは下枝、隙間に枝がちらっと見えてくる感じにするといいかも。まとめました。あとはこっちですね。こっちはね、こう来て、これも隙間に枝を埋めるようにして、一旦これも中に入れちゃいます。中にねじ込んでから表に枝を振っていきます。そして流れを葉先は少し起こしておく。はい、だいぶまとまってきましたかね。ちょっとわからんけどね。そんなこんなでちょっとこう畳み込み、隙間のところをうまく畳み込みながらこう全体に、三角っぽくまとめた感じ。あとは葉っぱがちゃんと元気に充実してくれたらいい感じ。最初はこっちを表にしようと思ったんですけど、根の張りはこっちの方が好みだったんで、こっちが良さそうな感じしてます。たくさん曲げたので、しばらく湿度の高い室内で管理してという感じで、ビフォーアフターちょっとはミニの心拍っぽくなったかなと思います。ちょっとこういうのに入れて飾っても良さそうですね。結構ぐねぐね曲げた感じではあるんですけど、細くて柔らかい枝をこういう風に曲げているので、こういうの意外と枯れずにちゃんと枝になってくれます。あとはこう細かいこういうところでできるだけちゃんと針金かけたんですけど、こういうコンパクトに作れば作るほどこういうちょっと遊びのある細い葉っぱがですね気になって、こういうのをねちゃんと綺麗に全部やったらかなりもっと良くなるんですけど、もう限界になりましたのでこの辺にしておきます。はい、いいんじゃない？ね、今日の作業もこれでおしまいです。はい。